今日は背中のストレッチをしていきます。背中が硬いんですとか、ガチガチにね、背中が凝ってるんですとか、柔らかい背中になりたいんですっていう方がね、多いんですよね。で、そういう方って多分背中のストレッチをまずしようと思うんですけど、背中をね、単体で動かそうとする方がすごく多くって、でも背骨ってね、そんなに柔らかかったら危ないじゃないですか。こんな柔らかかったらね、頭支えられないですよね。で、背中ってその背骨、単体で柔らかいわけではなくて、このね、骨盤が前に行って、背骨がこういう風にカーブして戻ってきて反ってたりとか、ね、骨盤が後ろに行って、こう行って、こう戻ってきてて、背中が丸くなったりとかね。この背中の動きって骨盤のこの傾きにね、すごく関係しているんですね。なので、ここを考えないで上だけをやろうとしても、ね、ちょっと横向いてみますね。ここからこう。ここからこうだったら背中もね、柔軟に動きますけど、ここを無視して、ちょっと私頑張っても、これぐらいしか背中の動きができないですよね。だから背中をストレッチしたいとか、背中を動かしたいと思ったら、まずね、骨盤から動けることが大切になります。で、皆さんね、背中のストレッチっていうとよく、猫のね、ポーズとか、ヨガでいうところね、猫のポーズ、猫のストレッチっていうのをね、やろうかなって思う方が多いんですけれども、あれも結局この骨盤がね、きちんと動かないとしなやかにね、ストレッチをすることができないので、今日はまずね、骨盤底筋を緩めて、骨盤がね、動きやすい状態にしてから、猫のね、ストレッチをしてみたいと思います。はい。で、まず猫のストレッチって、こういうのだと思うんですけど、骨盤底筋がね、固まってると、キュッてこうやってほら、わかります？下に引っ張られちゃって、ここが固まった状態でやろうとするとほら、私頑張っても、これぐらいしかね、できないです。で、これがきちんとここから骨盤が動けば背中もね、柔軟に動くことができます。なので、まずね、ちょっと骨盤底筋を緩めていきたいと思います。腰をね、ちょっとストンと落とすような感じで、お尻の穴を天井に向けて、お尻をね、左右に振っていきます。お尻とお尻の間を広げるようなね、イメージで動かしていきます。はい。で、背中の力をね、入れちゃうと、背中丸くなってお尻の穴が下向いちゃうので、背中はストンと落とした状態でやります。そしたら今度ね、ぐるぐるっと回してみましょう。で、このね、回すときに、後ろに行くときに、こういう風にね、やっぱりお尻が落ちてしまう方がいるので、お尻は必ずね、天井を向いたまま回します。反対回しもしましょう。はい、OK です。そしたらね、猫のストレッチをする前に骨盤がね、ちゃんと動くかなっていうのをね、自分でね、きちんとチェックしてからやりましょう。はい。では、まずね、このように両手両足をつきます。で、最初はね、ちょっと背中を丸めていきたいと思います。今ね、お腹が床と平行のラインになってると思うので、お腹を縦にするようなイメージで骨盤を立ててみてください。はい。で、ここから背中を丸めていくと、綺麗なカーブが描けます。そしたらまっすぐに戻りましょう。で、今度はお腹が太ももの方に近づくようなイメージで、このように折り込んでいってみてください。はい。そうすると、このようにね、綺麗な背中のね、カーブができます。もう一度やってみましょう。お腹を縦にして、背中を丸めていきます。今度はお腹を太ももに近づける感じにして背中を反らせていきます。はい。これでしなやかに背中を動かすことができました。
ね、まず骨盤が動くことで背中を柔軟に動かす。これをしてからストレッチをね、してみてくださいね。で、チャンネル登録ぜひお願いします。あと参考になったりいいなと思ったらぜひこのね、グッドボタン押してください。質問があったらぜひね、コメント欄に書いてください。ではでは。